はい、皆さんこんにちは。GSR の飯田美穂です。皆さん海外の不動産の購入を考えた時って、現地での管理のことだったり客付けのことって心配ですよね。本日はそんな皆さんの不安を解消する弊社のワンストップ物件管理サービスについてご説明させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、それではまず最初にですね、弊社の管理サービスの流れを説明させていただきます。まず一つ目ですね、物件の引き渡しの時から弊社にてサービスさせていただくことができます。なので、例えば他社からだったり直接ディベロッパーから購入されている場合であっても、現地での引き渡しの時のお部屋の確認だったり、鍵の受け渡しですね。こちらがなかなか海外にいて難しいという方は、ぜひ弊社にお問い合わせください。こちらも弊社にて責任を持って代行させていただきます。そしてその次ですね、インテリア内装ということなんですけれども、フィリピンでは一般的にお部屋の内装をしてから貸し出すというのがかなり一般的でして、この方が需要が高い場合が多いです。全く何も内装がないと貸し出せないというわけではないんですけれども、需要が多い関係で、きちんと、素敵な内装をされている方のが、早くテナントさんが見つかったり、賃料が高く設定できたりできるので、お部屋のタイプだったり立地にもよるんですけれども、基本的にこちらの内装インテリアというのをおすすめさせていただいております。他にもね、同じ物件の中で空いているね、お部屋がある中でもより勝てる、どうやったら差別化できるかなという戦略を立てて考えて内装しておりますので、ぜひこちらも弊社にお任せいただければなと思います。はい、そしてその次、客付けですね。はい。それぞれのお部屋にとってどうしたら利益を最大化できるかっていうことだったり、大家さんが安心していただけるようなそういったテナントさんを弊社の、コネクションだったりを使ってテナントさんを見つけさせていただきます。でその後はその見つかりましたテナントさんの入居ですね、入居の手続きも弊社の方でサポートいたします。その後のテナントさんとのやり取りですね。例えばお部屋で何か問題がありましただとか、家賃の回収だったりですね。そういったものもテナントさんと密に連絡を取ってしっかりとサポートさせていただきます。そして6番目ですね。退去ですね。退去の時のお部屋の確認だったり、敷金セキュリティデポジットだったりの、計算だったりとかっていったものも全て弊社の方でサポートさせていただきます。そして7番目、現状回復ですね。テナントさんが退去された後、何かお部屋に問題がないかある場合は、その修繕だったりっていうものをきちんと責任を持って代行させていただきます。ということで、オーナーさんが海外にいらっしゃっても、すべてのこういったサービスを弊社にて行うことができますので、ご安心ください。はい。最初に大まかなサービスの流れを説明させていただいたんですけれども、弊社のサービス、細かく上げていくとこれくらいかなり多岐にわたっておりまして、例えば、鍵の管理だったり、火災保険だったりへの加入だったり、あとお部屋の清掃ですね。テナントさんが退去された後だったり、あとやはり内覧にいらっしゃる時にね、お部屋がきちんときれいに保たれているかどうかっていうのはね、かなり客付け決まるかどうかにも影響してきますので、責任を持ってしっかりとお掃除などもしております。あとは郵便受けに届くそういった郵便物の管理だったり、あとは内覧のアシスタントだったり、あとは管理費ですね。物件の管理費の支払いだったり、各種税金の支払いだったり、あとは国外の送金だったり、何かメンテナンスだったり修繕が必要でしたらそういったことから、本当にもう管理に必要なサービスは基本的に全て承っております。はい、ということで弊社の各種サービスの一部をご紹介させていただきました。そして次に、客付けにおいてとても重要になる内装インテリアについてちょっとご紹介させていただきます。今ご覧いただいている写真が弊社にて内装させていただいたお部屋のいくつかの例なんですけれども、やっぱり今ってお部屋の内覧とかのお問い合わせってインターネットから一番来るんですよ。
なので、ネットに、掲載する写真撮りっていうのもかなり工夫しておりまして、やっぱり他にも同じ地域にたくさんの物件がある中で、どうしたらお客様の物件を選んでいただけるか、どうしたら内覧のお問い合わせをいただけるかっていうことを考えたときに、やはりこの写真撮り、いくら、どれだけ写真映えするかということですね。住んでみたいなとか、このお部屋おしゃれだな、住んでみたいなって思ってもらえるようなお部屋になるようにということを心がけて、インテリア内装、写真撮影をしております。で、実際、現地で私たくさんのお部屋見てきたんですけれども、結構壁の色が真っ赤とかグリーンだったり、なかなかカーテンの色が、全部紫で、ソファーは赤でとか、結構そういった、カラーのお部屋が現地結構多いんですけれども、その中で弊社はどんな方にでも住みやすいって思ってもらえるような、毎日住んでいても飽きのこないようにということで、こういったブラウンだったりベージュだったりを基調とした内装させていただいております。で、実際同じ建物の入っている他の物件よりも早く客付けができたりだとか、賃料が少し高めに取れているという例もあります。あとはもちろんお客様のご希望によってこんな物件がこんな風な仕上がりにしたいだとか、予算のご相談なんかもお問い合わせいただければ柔軟に対応させていただきます。はい、そして客付けですね。客付けの方法なんですけれども、弊社いろいろな手段にて客付けをさせていただいておりまして、まず一つ目は先ほどもちょっとご紹介しましたウェブ戦略ですね。そういった客付けのためのサイトがありまして、そういったところへの掲載なんかも積極的にしております。そしてソーシャルメディアですね。二つ目が例えば Facebook だったり Instagram だったりなどという、そういった SNS も活用しております。そして3つ目、これがフィリピン現地でとても大事なんですけれども、ブローカーのネットワークですね。弊社の方で現地のブローカーとのネットワークをきちんと築いておりまして、こちらの人たちに今この部屋空いているからテナントさんいたら紹介してねっていうような連絡も密に取っております。そして4番目、ウェビナーですね。これはオンラインでのセミナーですね。ブローカーさんたち向けに、いろんなブローカーさんにとっての、有益な情報を発信したりする、ウェビナーを開催しているんですけれども、こちらでも積極的に、今こういうお部屋があるよっていうような情報は、発信しております。そして5番目ですね。これは、管理事務所への直接営業です。実はその各物件の管理事務所の方に今お部屋探しているんだけれどっていう、テナントさんからの問い合わせが来るケースもあるので、そういった時に確実に紹介してもらえるように、各管理事務所さんにも弊社の管理物件を直接営業しております。はい、そして空室期間が空いている間もこまめに今こんな客付けのための活動をしていますよとか、もうこんな内覧が最近ありましたよっていうようなレポートをオーナーさんには送っておりますので、ご安心いただけるかなと思います。はい、そして続きましては何より大切な家賃収入の受け取りについてですね。やはりフィリピンに不動産持っていてもフィリピンに銀行口座持っていなかったり、あとはフィリピンに銀行口座持っていてもそこにお金入金されても困るなっていう方もいらっしゃるかなと思うんですけれども、皆様の住まれている国の銀行まで送金しますのでご安心ください。そして弊社の方が間に入りまして、テナントさんから家賃を回収し、その後管理費だったり、必要な経費を差し引きまして、残りの収益分を各オーナーさんの銀行口座まで送金をしております。で、フィリピンの国の銀行から送金できる国でしたらどこでも送れますのでご安心ください。はい、そして次は経費の支払いについてですね。先ほどもね、少し触れた弊社の方で、代行できますよって言った経費の支払いについてなんですけれども、こちらの方で回収させていただいたテナントさんからの家賃収入より各種、必要な経費を弊社の方で、
支払いを代行させていただきます。そして主な経費としましては、まず一つ目、こちらコンドミニアムの管理費ですね。管理組合事務所の方に支払う管理費になります。そして二つ目、プロパティタックスって書いてあるんですけれども、こちら固定資産税になります。こちらは市役所の方に政府の方に支払う固定資産税でして、こちらも弊社の方で市役所の方まで代理で金額を確認してお支払いさせていただいております。そしてその次のその他諸費用ということなんですけれども、例えば空室期間中の光熱費だったりですね、そういった電気代だとか水道代だとか、その他いろいろかかってくる経費についても弊社の方で支払いの代行させていただいておりますので、オーナーさんにはご自身の住んでいらっしゃる国だったり地域で安心してこういったことに、経費の心配をすることもなく安心して過ごしていただけるかなと思います。はい、ということで今までご紹介させていただきました弊社の物件管理のサービスなんですけれども、具体的なサービス料金がこちらになります。まず一つ目のこのプロパティマネージメントフィーということなんですけれども、こちらは物件の管理をさせていただくサービスの料金になっております。こちらが家賃に応じてなんですけれども、家賃が3万ペソ以上の場合は月々の家賃の 5% をいただいております。で家賃が3万ペソ以下の場合は一律で1500ペソ、これ月々の値段ですね、こちらをいただいております。でこちらをいただけましたら、その後の物件の管理だったりテナントさんとのやり取りだったり、毎月のオーナーさんへの送金だったりっていったことは全てこちらでさせていただきます。そして2つ目、客付け費用ですね。テナントさんを見つけて客付けに成功した時はこちら成功報酬でいただいております。まず1年契約の時には1ヶ月分の家賃をいただいております。これはフィリピン現地の商習慣に従っているものでして、それ以外の例えば広告費用とかっていうのは一切なくって、1年契約の場合は1ヶ月分の家賃、こちらをいただいております。で1年後ですね、契約更新となった場合は半月分の家賃をいただいております。はい、ということで以上が弊社の管理サービスについてのご紹介になります。そしてその他にもですね、弊社の YouTube の方では皆さんのお役に立てるような投資不動産に関する情報をたくさん配信しております。はい、弊社の YouTube チャンネル日本語版、英語版ありますので、ぜひお好きな方をチャンネル登録していただいて、皆さんの投資、資産活用にご活用いただければなと思います。はい、そしてその他にもですね、日本でもフィリピンの現地オフィスの方でもセミナーだったり個別相談受け付けておりますので、こちらもぜひお気軽にお問い合わせいただければと思います。はい、ということで本日は弊社のワンストップ管理サービスについてご紹介させていただきました。最後までご視聴どうもありがとうございました。